実はね、ちょっと私ちょうどね自宅にいなかったんですよ。旅行に行っててね、旅行先で震災だったんですけども、もう電話とかねすぐ通じなくなっちゃって、私は無事なんだけども、もううちの娘だけからはメールが入ってて、無事だというのを聞きまして、ただこちらの無事がですねなかなか伝わらなかったもんで、非常にね家族に心配かけちゃって、うちのおふくろなんかもね非常に心配かけちゃって、でうちに戻ったのが次の次の日だったんで、ちょっと交通機関がね、うまくいかなくてヒッチハイクしたりですね、そんなことでやっとたどり着いたということで、本当にびっくりしましたね。本当にヒッチハイクのね時なんかはでもみんな本当に大変だったんで、結構ねこうのつなぎつなぎで乗せてもらってね、非常に貴重な体験しましたね。山の中ですから、秋保のやっぱり田舎に住むもんだなと思いましたよ、その時は。水は OK だし、あと停電、それはろうそくとかねあるし、あと煮炊きもねプロパンガスだのでしばらく間に合ったんですね、プロパンガスで。それも出たし、食料もね近所の農家があるので米もちろん大量にこう買っているのでお米も大丈夫だし、ほとんど問題なかったですね。特に水なんかではね、近所だけ1軒だけ出てるところがあって、そこから汲みに行って、そんなことで都会よりずっと、楽でしたね。都会の方たちは大変だったと思うんですね。何日もねガスも出ないとか。みんなね信じられない思いもちろんしていて、ただこんな大変な国に住んでたんだっていうか、つまり地震国、津波国、その災害がねやっぱり、特に地震ですよね。世界から見ると本当に日本ってね異常なぐらい地震がものすごいやっぱり国だったんだというかね、それが改めて、津波も結局地震のねせいですから、フランスなんかはね本当に震度5以上が何年かもないようなに対して、日本はそれの何百枚どころじゃない1,000倍とかね、そのぐらいのやっぱり、だからフランスで原発なんかもね地震ないから安心で使ってるんでしょうけども、今考えると本当にその原子力発電所がこんな危険なところに、こんな狭いところにあんなにたくさんあって、あんな事故を起こして、これはねやっぱ大変なことだと思いましたね。実は私ねいろいろ脱原発で頑張ってるんですけど、こういうねうちわを七夕祭りでみんなで巻こうっていうね、京都から始まったんですね。京都で5万枚作って、で祇園祭りで巻いたりして、もっとデザイン素敵なんですけど、うちらはみんな素人でやったもんで、みんなでカンパ出し合って1万枚作ったんですよ。ちょっとなんていうんですかね、日本人ってね、これ人間誰でも同じかもしれないんですけども、自分がこう経験したり体験しないと、こう頭で分かっててもね、やっぱりもう忘れちゃうというね。で特にいろんなテレビとかマスコミとかね、そういう、ものでなんかそういうものにこう嫌なものはこう蓋をしちゃうようなね、日本特にほら死人なんかを絶対こう映さないとかね、死をこう嫌うというかね、なるべくこう隠すというなんかありますよね。そういう本当は人間の死っていうのは当たり前のことで、それを本当にみんな見つめたり考えたりすること大事なんだけども、そういうものをなるべく触れない、隠したいという
そういうものがねこう今のねこういろんなところにもあって、そういう悪いことをすぐなかったことにっていうかさ隠しちゃうっていうか、なんかそういうのがなんかあるみたいな気がしますよね。だからそういう意味ではやっぱり本当に忘れちゃいけない。これは戦争でもそういう災害でも何でもそうだと思うんだけども、やっぱりそれをただこう昔通りにすればいいってもんじゃなくて、やっぱりそこから何をやっぱり私たちは学んで未来に生かしていくかっていうことが一番大事だと思うんですよね。そのためにはやはりそういう意味では忘れないことなんですけども、その忘れないためにどうするかということですよね。で特にね津波とか本当にすぐ復興というかですね、前のようにはもちろんならないと思うし、特にねやっぱ原子力発電所のね放射能の問題、これはね忘れたくても忘れられないことになると思うんですよ。だってセシウム、今出てるセシウムの半減期が30年ですからね。でいまだにチェルノブイリでは25年経っても人が住めないでいまだに放射能を出し続けてってるという現状でしょ。だから逆にみんな忘れたくても生活の中にねこれからどん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 そういうことが入り込んできて、でもう大変生きにくいこれからね社会になっちゃうという私はずっと心配してるんですよ。これからの日本人がどういう社会に暮らすかというね大きなことを突きつけられた震災だと思うんですよね。だからこれを機会にやっぱりみんなが本当にどういう生活を未来を描くのか、どういう暮らしをしたいのか、ただお金稼いで物稼げばいいのかっていうところを深めてみんなで本当に考えていかなくちゃいけない大事な年だと、そういうのをつくづく思いますよね。